皆さんこんにちは、秀樹です。今日のロストジェネレーションブルーストークは父が亡くなった日というねお話をしたいと思います。大学生の頃ですね、ちょうど3年生ぐらいだと思うんですけれども、ある時ですねこんな夢を見たんですよ。早朝に連絡が、電話がかかってきて、でその電話を取りますとね、母親からのね悲しそうな声で父が亡くなったというような話を聞くっていうね、そういうシーンなんですけど、実はこれを2回ぐらい見てたんですよね。変だなと思いながら、ある日ですね本当にそれがかかってきたんですよ。もう12月の終わりの方でね、でそれが多分朝ね5時とか5時前ぐらいのすごい早い時間で、もう何もね、もうすぐ頭が真っ白になりながらも、とにかく今から実家に戻るというふうに話しましてね、その時実家は名古屋にありましたので、名古屋に戻るということなんですが、電話を切ったもののよくよく考えてみると、名古屋まで早く帰りたいんだけど、早く帰るとすると、新幹線に乗らなきゃいけないですし、そもそもその新幹線の発着の東京駅までこの朝時間行けるだろうかみたいな感じでね、ちょっとこう朝のぼやっとした頭の中でですね、考えられることをいろいろ思いながらですね、とにかくできる限りのお金を持ってとにかく着替えて動こうと、そうしたら運よくね、東京駅までは始発で行けたので、なんとかなったんですが、ただその新幹線乗るにもお金がないんですよ。でもこれ当時はね、銀行だとかその ATM っていうのが24時間とかね、そういうのがないですから、コンビニなんかもないので、とにかく銀行の開く、9時から5時とかね、その間でしかお金も下ろせないですし、困ったなと思ってたんですが、その東京駅のですね、新幹線乗り場、誰もいないんですよ。どうしようかなと思ってたらですね、長いその自動切符売り場のところに一つだけね、なんか切符っていうかなんか出てんですよね。でとりあえずそこに寄ってみて、でも他誰もいないんですよ。でその切符とあとなんかコインがちょろっとぐらいね、ありまして、でその切符もね西明石かなんかその辺までのやつなんですよね。でこれ誰のかなあかんと思ったんですけど、これはね背に腹は変えられんみたいなねいう気もあってですね、神様すいませんと、ちょっとこれを換金してこれで帰らせてくださいみたいな感じでね。でも本当に誰もいなかったんですよ、誰も。でそれでね、結局そのチケットを払い戻しをしまして、でその後また名古屋までのチケットを買いましてね。でそうするとチケットといくらかのお金になるわけですよね。始発のその新幹線に乗りましてね、とにかく移動したんですよ。で名古屋に着いて、駅に着いて、で家まで、とにかく早く帰りたいのでタクシーを拾ったんですね。でいくらかそのさっきのお釣りがあったので、それで帰れるんじゃないかなと。でそしてですねタクシーを拾って、でそのまま乗ったんですが、そうしたらですね、家に着いてお金を払ったところ、これが本当不思議なんですけど、自分が持ってるお金がそこで全部なくなったんですよ。これすごくないですか？もうね、これは絶対父親が自分に早く帰ってこいと。でそれでチケットをね、あそこに出しといてくれたんだなと、その時思いましたね。で家に着きますとね、もう横たわった父のねお顔にその白い布がね、置いてあってね、本当に、信じられなかったですね。その時本当にね、一生分ぐらい泣いたかもしれないですね。
そこから本当にお通夜だとか告別式なんていうのはね、はっきり覚えてないですが、唯一覚えてるのは、とにかく長男なんでね、残された母親、結局支えなきゃいけないと、その気持ちだけでしたね。そういうことでありまして、自分が人生の中で一番最初に不思議な体験をしたというねことでもあった、父が亡くなった時のお話ですね。これは本当に、これも一生忘れない話ですね。今日も皆さん、いい一日をお過ごしください。それではさようなら。